大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、以前にもちょっとお話をしたことがあるんですが、病害虫の、やるタイミングだとか、一番効果が出るやり方というかですね、そういったのを含めてちょっと少しお話をしたいと思うんですが、通常の、食害、虫ですね。虫なんかだと、いろいろ市販されているお薬があって、要は殺虫剤という形ですね。で、虫を殺すという、お薬でいいわけなんですけど、その薬も、以前は非常に強い薬があったりしてですね、一つ振ると大概な虫はそれでもう OK というふうに、そんな感じだったんですけどね、最近はその虫に、特化した薬剤という形に、変わってきてまして、要はあまり強い薬がもう今使えないという形ですね。でいろいろだから虫ももうここ20年30年だんだんいろんな虫がちょっと変わってきて、で以前から使ってる薬ではなかなか効かないだとか、そういったのもあってですね、どの時期にどういう振り方散布の仕方すれば一番効果的かというのも一つの、方法というかですね、盆栽だけじゃないです、庭木も含めてですけどね、植物を管理する上で、非常に大事なポイントになってくるんですが、そんな中でですね、まずこの一つこの夏場に、薬剤散布していいのかという話が一つあってですね、別に夏場でも薬剤散布はですね、虫がいりゃやった方がいいんですけど、ただ、こんだけやっぱ暑いとですね、昼間はやっぱ虫も暑いので、要は涼しいところ、あんまり日が当たらないようなところに隠れてたりしますので、この時期にやるんであればやっぱ夕方、ちょっと気温が落ち着いて下がってきてというかですね、そのぐらいのタイミングで散布するのが一番いいかとは思うんですが、その虫もですね、今いろんなのがあって、要は従来から使っている薬はあまり効かなくなってきたというふうに思われた方がいいとは思います。で、やっぱ薬も何種類か持って毎回その薬を変えながら散布していくというのが、より効果的なやり方ではあるんですが、そんな中で一番、お客さんからのちょっと質問があって、その辺はどうなんかというのがあったもんですから、今日ちょっとお話ししようと思ってるんですが、ダニですね、要は葉ダニっていうのが一番厄介で、葉っぱ全体が黄色くなってきて、で、木が弱ってきて、いずれは枯れることもあるというのがこのダニなんですけど、じゃあ本当にダニがいるかどうかっていうのをどうやって見たらいいかと、非常にですね、もう本当ちっちゃな虫なんですけど、目視で見てもほとんどわからないで、一番簡単なやり方をちょっと今日はやりたいと思うんですが、こういう白い紙準備してもらってですね、あんまり風がないような状態のところでやるのが一番いいんですけど、白い紙を下に置いてもらってですね、ポン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 とやるとこうやってくずが落ちるんですよ。わかりますかね。この中に、ダニがあれば見てれば動きで始めるんですけど、かといってすぐ落ちてすぐバーッと動くわけじゃないのでなかなか分かりづらいんですけど、この本当もこんな黒い点です。こういうのをですね、ちょっと指で潰すような感じでピッて引っ張ってあげるといいんですけど、これダニがいるとですね、赤い線が残ります。これ今当然ダニいないので赤い線ができないんですけど、こういう小さなこういうやつです。こんな小さなやつです。この辺のやつはもう全然違いますので、こういう小さな黒い点ですけど、潰してあげると赤い線がピッて残ります。こういう葉ダニを見つけた時は当然薬剤散布してあげてダニの駆除してあげないといけないんですけど、そのダニの駆除のやり方ですね、まず以前にもちょっと同じ話してるんですが、
ダニ剤っていうのはですね非常に厄介で、1回使った薬はもう1年間は使えないという形になります。で同じやつを何回も使うともう当然効かなくなりますので、できたら3種類、理想的なのは4種類、違う薬剤を準備してもらうといいんですが、大体ダニ剤ってどういうのがあるかっていうと、いろいろコロマイト、カネマイト、ダニタロウ、いろいろこうあるんですけど、非常に種類が多いです。で大体マイトっていう表示が書いてあるのが、ダニっていうかダニ剤の種類ですね。だからそういったのを3種類なし4種類準備していただいて、ここからが大事なんですけど、3ヶ月に1回のスパンでずっとかけていくというやり方です。3ヶ月に1回という形でかけるのが一番効果的なんですが、これちょっと今クルカラさんが非常にちょっと便利なホワイトボードというやつですかね。これをちょっと今出していただいたんですけど、今日はですね8月の28日ですね、もう8月終わりですけど、例えば、来月9月から始めた年、9月の1日頭に散布したとしますと、9、10、11と3ヶ月になりますから、12月の頭にまた散布すると。で12、1、2でまた次は3月に散布して3、4、5で6、7、8というふうに、そうすると4種類いるわけですね。一番全部をこう埋めようとすれば、で3ヶ月に1回の割合で薬散布するのがいいんですが、その際にですね、例えば、薬がABCD と、4種類あった場合、今年来月から9月に A という薬を123 1回振ります。で次 B でここを振ります、 C で振ります、 D で振りますって言ったら、次当然また A に戻るんではなくてですね、今度は B から始めていくんですよ。1個ずらしてあげるわけですよ。要はちょっとでも間を空けた方がいいということですね。だから丸1年使っちゃいけないんだよっていうふうに言われてますけども、それをさらにもう3ヶ月分ちょっと遅らせて、要はですね同じ薬を何回もこう短い期間で使うともうすぐ効かなくなってくるんですよ。でそれだけダニってこうちょっと厄介なやつなんですね。だから例えば来月から、例えばコロマイトならコロマイトっていうお薬を1回目振って、次カネマイト振って、ダニタロウを振ってっていうふうにしてやっていって、次またここをコロマイトから始めるんじゃなくて、カネマイトから始めるというふうに、だから薬を ABCD でこうなんか書いとくといいかもしれないですね。でとにかく1年以内に同じ薬を使わないというやり方です。これが一番ダニを駆除するのに効果的なやり方ですね。で最近はですね農家さんなんかでもいろいろ薬を混ぜる、もう本当は混ぜちゃいけないんですよ。絶対薬は混ぜるなっていうふうに指導は受けると思うんですが、それではもう間に合わないらしいですね。だから例えばハウス農家の方なんかは聞くところによると、もう、多いところでは5種類10種類いろんな薬を混ぜてもういっぺんに使うというふうに話を聞きます。でただ薬品の取り扱いでは薬は混ぜるなというふうに言われてるとは思うんですが、一番はですね目的が同じ薬は使うなと、混ぜるなというふうには言われております。だから目的というのは要は虫を殺す、病気を治すという薬が目的が違いますので、殺虫剤は殺虫剤同士で混ぜない方がいいと。で、病気は病気で、やっぱり種類がありますからそれを混ぜない方がいいと。だから目的が違うものであれば別に混ぜるのは構わないんですけど、だから殺虫剤と殺菌剤を混ぜて使うことはできますけど、殺虫剤を複数混ぜて使うのはあまり、うまいこといく場合もあるし、有毒ガスが出るみたいな話もされる方もいらっしゃいます。だからきちっとその時期その時期で散布してればそういう心配もないので、薬はあんまりたくさんあるとまたちょっとややこしくなりますけど、目的が同じものは混ぜないようにするというようなやり方が一番いいというふうに言われてます。だからダニに関しては
3種類ないし4種類持っといて、それをこう3ヶ月ごと薬を変えながらで1年以内には同じ薬を使わないということですね。それが一番ダニを駆除するのには効果的なやり方だというふうに言われております。でそれをすれば1回というか1年で大概もうダニの発生はなくなると思いますので、万が一次の年も出るようであればまたやればいい話なんですけど、で大体ですね、でもそうは言いながら大体1回目振って2回目振ってってやるともうほとんどダニそんなにいなくはなります。でいればまた次3ヶ月後にまた別のやつをやればいいんですけど、でそこでじゃあダニが本当に死んだかどうかを見るのにどうしたらいいかっていうのが最初にこのダニを探す時にやったやり方ですね。こうやってトントントンとやるとこう粒が落ちますので、この落ちた粒を指でこう潰してみるんですね。こうやって潰しながらピッて引っ張ってあげるとダニが生き残ってれば赤い線がピッと出ますので、ダニがあっても死んでればそのピッっていうのは出ませんので、出なくなればもうダニの駆除は成功という形にはなると思います。この白い紙を使ってやるのが一番簡単で素早く見れる方法ですね。ただもちろん雨が降ったりなんだした後はなかなかダニもこう簡単には落ちないでしょうから、ここは水かけてていいんですけど、この上の方は乾いた状態でやるのが一番見やすいとは思います。これと同じで病気の場合の殺菌剤ですね。殺菌剤なんかもいつでもやっていいかっていうと、そういうもんでもなくて、大体病気の場合は松の場合だとハフ類病、ハカレ病というのが一番多いと思うんですけど、そういう病気の場合には以前にも話してますけど、予防剤と治療剤というのがあるので、予防剤は一旦発症したやつには効果がありません。でただ治療剤はですね、予防の効果もあるので予防剤としても使えるんですが、ただこれも虫と同じでですね、あんまりずっと同じものばっかり使ってるとなかなかやっぱ効果が薄くなるというふうには言われております。で今一番病気に有効なのはキノンドーっていうお薬があるんですけど、一番扱いやすいのはフロアブルっていうちょっとドロドロしたやつですね。これを使うのが一番、量も測りやすいですし散布しやすいんですけど、この殺菌剤に関してはですね、一番目が動く時期ですね、この時期に散布するのが一番、効果的だというふうに言われております。だから松の場合は特に、今新芽が伸びてきてるとこですけど、だいたい秋頃にバーッと枯れたようになってきて、春に新しい芽が出ると治ったような気がするんですよね。ところがまた秋頃になると同じ症状を繰り返して年々弱っていって、いずれは枯れるというような形になりますので、葉が入れ替わらないことには治ったかどうかっていうのは分からないんですけど、一番効果があるのはだいたいもう芽が動き始める時、この辺でいうと2月の中旬ぐらいからだいたいそのぐらいから散布していくんですけど、であとは関東とかあっちの方だったら3月入ってからでも大丈夫だと思うんですけどね。ちょっと芽が動き始める頃からだいたい2週間に1回のペース、月2回ですね、2週間に1回のペースで、最低でも5回から6回梅雨に入るまでが勝負なので、この間に殺菌剤2週間に1回のペースで振っていくというやり方が一番病気を治すためにもやる方法としては一番効果的だというふうに言われております。実際うちなんかでもそのやり方でやってまして、病気に関してはだいたい1年でも病気自体はもう収まりますので、相当ひどくない限りは2年目またやるということはそうないですけど、万が一まだ症状が残るようであれば2年目同じような時期に同じような散布の仕方すれば大体それで完治はしますね。ただ今もう病気がそこら中にあるみたいで、皆さんがその治療してくれればいいけどなかなかそうもいかないので、1回治ってもまた感染しますので、だいたい水を介して感染すると言われてますので、
どうしてもこれはですね人間が足の裏で運ぶ部分もあるでしょうし、こういった道具なんかから感染する場合もありますので、定期的に予防をやっていかれた方がいいかとは思います。大体薬剤散布に関してはですね、決められた用量用法っていうのがやっぱりよく言われますけど、やっぱりその虫の時期、あとはそのタイミング、そういったものを見極めながらやるのが一番効果的ではあるとは思います。でただ先ほどから言ってるようにダニに関してはやっぱ3種類4種類持った上で3ヶ月に一度のペースで散布していくのが一番効果的だというふうに言われております。で同じ薬は何度も言いますけど、同じ薬はもう1年は最低でも1年はもう使わないというふうな形でやっていかないとすぐ効果がなくなってきますので、そういった形でやればダニなんかはですね、そうそういつまでもかかるものでもないので、うちあたりでも今ダニ剤を散布することほとんど今ないので、以前はよくよそから持ってきたりとかいうのもあってあれだったですけど、ほとんど最近はもうないですけどね、お客さんのところでやっぱたまに聞くので、そのやり方で散布してもらったり、こちらでお手伝いしたりということもありますけど、今ここ最近一番多いのは病気でしょうかね。そんな感じで同じ薬をずっと使ってると効かなくなるということも一つ覚えておいていただけるといいと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。